皆さんは、天音ミサの寿命をご存知ですか？目の取引を2回もしてるのに、めちゃくちゃ長いんです。本来ミサは、18歳でストーカーに殺される運命でしたが、死神のジェラスが掟を破り、ミサのためデスノートを使って死にます。この件について、公式解説本にはこう記述されています。ジェラスが生きるはずだった寿命を受け継いだミサ。一体それは何年なのでしょう。ユーク曰く、何百年もデスノートに名前を書き忘れ、死んだ死神を見た。死神の平均寿命は数百年と推定されます。けれどジェラスは字を書くのが下手、死神ランクも低い、裁きはあまりしていない。ミサが受け継いだ寿命は一般人程度でしょう。目の取引を2度もすれば、ミサの寿命は10年そこそこ。けれどここで、またしてもミサのため、ノートを使ってしまう死神が現れます。レムです。レムの死神ランクは4と高いため、寿命も数百年はあると考えられます。さらにレムは、劇中で金星銀蔵、渡り、エルを殺害しており、それらの寿命もレムを経由してミサに譲渡されました。つまり、レムから受け継いだミサの寿命は、数百年はあるのです。しかし公式解説本には、ライトが死んだ翌年のバレンタイン、ミサはライトを思い飛び降り自殺した、と記されています。ミサは数百年は自殺できないはずです。なぜミサは、ライトが死んだ翌年に自殺できたのか。その理由はたった一つ。デスノートで殺されたから。考えられるのは以下の状況です。1、寿命の多いミサを、たまたま死神界から発見した死神が殺した。2、デスノートはその後も幾度か人間界に現れており、それに巻き込まれて死んだ。3、ライトが残しておいたデスノートに、ミサが自分の名前を書いた。私は3が最も有力と考えています。作者は解説本で、本編後のミサは松田あたりがライトの死を口走り、それを苦にして自殺と言ったところでしょう、と語っています。ミサは、本編終盤にはノートに関する記憶をなくしており、ライトがキラであることさえ忘れています。人間界にあったノートも2冊とも、ニアが燃やしました。しかし、この燃やされたうちの1冊が、ライトにより偽物とすり替えられていた可能性がある、と、作者は語っています。このすり替えたノートを、例えば、ライトが以前所有権を放棄し、ミサに掘り出させた場所に隠していたとしましょう。ミサは、過去にノートを掘り返した、という記憶は忘れていますが、ライトとの思い出がある場所、ということは覚えています。ライトの訃報を聞いた後、二人で訪れたこともないのに、なぜかライトの思い出があるそこを訪れ、ライトの形見であるノートを発見し、すべてを思い出す。そして、数百年の寿命を生きるのではなく、ライトを追うために自分の名前を書いた。なぜならミサはノートを使わねば、自殺することさえできないからです。実際に、実写版映画、ライトアップザニューワールドにおいても、ライトの死から10年後、ミサは楽屋にあったデスノートを手にして記憶が蘇り、自分の名前と死亡日時を、そして、ヤガミライトの腕の中で死ぬ、と書き加えた後に死亡しています。ちなみに、用心深いライトが、もしもの時ミサに自分の後を追わせるため、天音ミサ、最愛の人の死を知った後、バレンタインデーにその人を思い自殺、といった内容を事前に書いておいた、という可能性も考えましたが、デスノートで操れる死の時間は23日間ですのでそれはできません。もしそうだったらライトらしい置き土産でしたね。逆に、天音ミサ、最愛の人の死を知って自殺、と書き、ミサが心臓麻痺になった場合、ライトは23日間は死なないことがわかります。反対に、ミサが心臓麻痺にならなければ、ライトは23日以内に死ぬことがわかります。自分の死期を確かめる裏技ですね。と言っても、デスノートで殺される可能性まではわかりませんが。次回考察、デスノートを使った人間は死神になる？ See you again at the next tragedy.